実験業務に興味はあるけどなかなかチャレンジできる機会がないというスタッフの方、人を募集したいけど求める人材に出会えないという企業が多く見受けられます。そんな両者の希望を叶えるソリューションとしてこの研修を立案しました。スタッフの方に基礎的な知識、手技を身につけスキルアップしていただき、企業も受講者を受け入れることができると安心して業務をお任せいただけるのではないかと思いました。受講いただいた方から勉強になった、実験に不安があったが頑張りたいと思った、また参加したいと言っていただけたことがすごく嬉しかったです。すごく大変でした。オリジナルで作り上げたため、誰にどういう状態になってもらうかの研修化を考えるところからのスタートでした。メンバーはもともと京都オフィスに所属していた営業、コーディネーター、専門職で構成されています。基礎研究現場での学びといろんな現場での勤務経験によって技術や知識を習得できてきたことです。広い視野を持って周りを見ることができていることです。お相手の話にじっくりと耳を傾けて意思疎通をしっかりと図るところだと思っています。失敗をあまり恐れていないことです。どんな仕事でも面白さを見つけて自分自身が楽しむこと。業務に対して真摯に向き合う姿勢、責任感、周囲とのコミュニケーション、それから客観的な目で物事を見ることを大事にしています。いただいたお仕事を確実に行うことです。重要な研究の一部を任せられているという責任を常に忘れずに業務に取り組んでいます。いろんなバックグラウンドや能力、価値観を持つメンバーが共存していることだと思います。興味のあるお仕事にチャレンジしやすいことです。皆さんがとても親切に寄り添ってくださって安心して働けることです。京都だけではなく様々な地域でも実施していること、研修内容のバリエーションを増やすことが目標です。専門職社員が講師となって午前中は座学、午後は手技の実習を行いました。受講者一人一人に講師がマンツーマンでついてレクチャーを行いますので、わからないことがあればすぐに質問に答えることができます。研修を通して実験の仕事に自信を持っていただき、仕事の選択肢の一つとして考えていただけるととても嬉しいなと考えながら取り組んでいます。毎週ミーティングを行い、専門職社員の知識をベースにメンバーが一丸となり計画しました。事前のリハーサルも行い、実際にやってみると課題も見つかり改善して、実際の研修では最適な状態で実施ができました。これまでの経験から現場で必要なテクニックの得手不得手は多種多様であるということや、研修現場で伝えるべきことが分かっている状態でそれを研修に生かすことができてきたと思います。また研修を運営する中で今まで気づいていなかった間違いやすい点、気をつけた方が良い点も知ることができ、就業先でも生かしていきたいと思います。今回の実験研修は自分一人で作り上げることは到底できず、いろいろな方に参加いただいて実行できています。誰にどういうコミュニケーションを取るか、どういう調整が必要かなど、周りを巻き込む力を生かすことができていると感じます。研修に集まっていただいた皆様の中にはあまり実験に馴染みのない方っていうのもいらっしゃいました。今自分が扱っているサンプルがどれぐらいの濃度になってたりとかっていうところを把握しづらいっていうところがやっぱりあるようで、そういったところをじっくりとお話をしながら今どういう状態かっていうところをお互いにちゃんと確認し合いながらで分かっていただけるように研修の中でお話しすることができたかなというふうに感じています。研修には万全の準備をして臨みましたが、説明が分かりにくくて受講者の方が楽しいと感じられない研修になってしまったら嫌だなと思っていました。ですが当日は楽しむことを一番に考えて講義を行い、和やかな研修にできたと感じました。また測定がうまくできなかった受講者の方に落ち込んでほしくなかったので、焦らず一緒に原因を考えたり、明るくアドバイスしながら測定に再挑戦したりしました。失敗しても落ち込まなくて大丈夫ということを伝えたかったです。やっぱり自分自身が楽しめてこそスタッフさんに自信を持って仕事の紹介ができるので、そこは本当に大切にしていることです。自分が楽しんでいたらこんな研修がいいんじゃないかなというアイデアもどんどん湧いてきます。
研究は繰り返しの作業を長時間することも多々あります。作業に慣れてくることからちょっとした油断や問題を軽視してしまった時に、普段なら絶対にしないミスをしがちになります。そのちょっとした油断が重要なデータや今後に影響する結果に傷をつけてしまいます。注射針や危険な試薬を扱う際には事故や自分の身の危険も招いてしまうかもしれません。なので私はそういうポリシーを持つことにしました。理系とか文系とかどの組織にいるとか関係なく、一緒に仕事をしていける組織であることはチャレンジの強みです。ただの理系集団ではない掛け合わせによる私たちが起案した研修のような新しいチャレンジをしていける雰囲気がチャレンジにはあると思っています。就業先で新しい実験手法を学べる場合もあり、経験が増えるのが楽しいです。十数年前に初めて一般派遣の登録をさせていただいた当初からコーディネーターの方がとっても丁寧にお話を聞いてくださったり、安心して頼ることができました。また実際に就労し始めた時には営業の方もとても親身に接してくださって、不安だと思いも軽くなり、とってもありがたかったのを覚えています。専門職社員となった今も同じく接していただいているのはもちろんなんですけど、実際に面識のない人事の方とか研修担当の方などメールで連絡した際は親しみを感じるご連絡をくださることが多くて、とてもほっとしてます。場所がネックで受講が難しい方もいると考えています。気軽に受講いただけるよう各地の状況に合わせた研修を立案していきたいです。準備がスムーズにでき、かつマイクロピペット操作の正確さを評価できるタンパク定量実験を実施しましたが、関西ではバイオ分野の研究が盛んなため、細胞培養を行うために必要な無菌操作を習得できる研修も立案していきたいです。